こんにちは、ドロです。皆さんは投資に興味はありますか？興味があったらどこから投資をしたいですか？このチャンネルでは中高年初心者を対象に世界の株価指数、それからコモディティ商品、金とか銀とか農業商品ですね。たまにビットコインといった、仮想通貨ですね。いろんな銘柄を安く楽しく投資をして皆さんと一緒に学べるチャンネルをということで考えています。概要欄の方にチャート名、証券会社の方貼ってありますので参考にしてください。また、銘柄、操作方法、リクエストなんかコメント欄でいただけると嬉しいです。このチャンネルね、共感できるよ、応援したいよっていう方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さて、また今日もちょっと変わった画面だと思うんですけども、先日ポストプライムの方で投稿させてもらったライブ開始のお知らせの画面になっています。なんか表示とかいろいろ出てると思うんですけど、今実験をさせてもらってます。YouTube、TikTok、ライブ配信に向けて準備を進めていきたいと思ってます。多分ライブの配信が、通信がすごいかかるので、ドコモの今ホーム 5G っていうのがあるんですが、到着数が2週間ぐらいだと思うんですけど、11月の10日近辺から準備も一緒にね、進めていきたいなと思っています。それで、TikTok とかYouTube もそうなんですけど、モバイザーが多いので、今回からですね、携帯でも見やすいように表記をしていきたいなと考えています。今回この動画を、携帯で見られてるとか方はね、ぜひ携帯でも文字の見やすさだとか、こういうレイアウトはどうとか、ぜひね、教えていただきたいなと思っておりますので、またコメントいただけたら嬉しいです。さて、今日のテーマなんですけども、テクニカル中国香港攻略編になっております。最初に銘柄の方言います。22銘柄やりたいと思います。ちょっとトライしてみたいと思います。なぜ22かというと、今回GMO クリック証券でエントリーしている中国香港株が22銘柄あるんです。なのでこれを全部ね、紹介していきたいなと思っています。ただ、半数以上は僕はこの中国企業の内部のこととかは知らないです。ファンダメンタルが1、テクニカルが9という割合でも中国、香港の株を攻略していきたいなと思っております。なお、チャート今回引く、銘柄は、中国商工銀行の銘柄の方を一緒にね、チャート引いていきたいと思っています。今日もよろしくお願いいたします。それでは、早速ね、解説の方行きたいと思います。まず画面を出したのが、香港市場での時価総額のランキングになります。上から順にテンセントが香港市場で一番時価総額大きいんですけども、このテンセントホールディングスから、以下、チャイナモバイルが2位ですね。から、HSBC ホールディングス、香港の会社かなと思います。3位、中国建設銀。これ今日チャートの方ね、変えていきたいと思ってます。から、IAI グループっていう風に以下なっております。これがベスト10ですね。で、その次が11位から20位ですね。中国銀行と、あと、保険会社があったかな？すいません。パッと出てこなくていけない。これが20位か。で、この時価総額のうち約半数が今回チャートで紹介できるものです。割とメジャーなものになっています。ただ他の、銀行とかだけではなくて、例えばエネルギーの会社であったり、あと鉱山関係の会社であったりということで、どちらかというとこの GMO クリック証券の、銘柄は一番わかりやすいというとダウみたいな感じ。いろんな業種のトップをチョイスしている形になっています。ちょっと説明難しいです。信用における倒産することは難しいかなと思うんですけど、やはりね、今回チャートを引いて思ったのが、中国恒大集団の不動産バブルの崩壊ということで、建築業とかそのあたりは銀行も一部暴落している銘柄もありました。追ってね、説明していきたいと思っております。それでは、早速22銘柄のチャートの方、紹介していきたいと思います。はい。テンセントになります。
テンセントは紹介というよりもこの画面の見方ですね。テンセントの買い場がちょっと前の説明より実は変わっております。青い形で 471.5 と書きました。この青とか赤を一応買い場で熱い買い場の時には赤で記したいと。青はぼちぼちかなと。白は推奨してるわけじゃない色分けをさせてもらいました。それから下にありますけどこの14万8000円かける22証拠金も入れた1ロットの値段になります。いつもね、GMO クリック証券では最低いくら必要ですよって言ってたと思うんですが、もうチャートの方にね、GMO クリック証券のこの証拠金も書かさせていただきました。はい。ということで、画面もちょっと大きくしたと思うんですけど、こういう形で説明をしていきたいなと思っております。はい。それでは、今ちょうどテンセントは505という位置ですね。次に行きますね。1398。中国の場合、4桁か5桁の数字、日本と似てますよね。ティッカーコードが。1398の中国工商銀行についてチャートの方を書いていきたいと思います。まずいつもの通り、A の短期の3を出します。青い線が出ました。それから次に中期の MA13 を出します。ちょっと 13MA があんまり最近機能しないですね。次、MA の200。黄色いラインですね。この3つの平均線を出しました。はい。では、早速ね、レジサポラインを引いてきます。直近を意識して、まず1つ目、これ、買い場になってるな。いいや。はい、次行きます。次が、これをして、次は、ライブとかでもこういう風に実際に引いた方がいいんですかね。あと低い位置を直近から水平ライン、レジサポ1とかも引いた方がいい。ここも引いた方がいい。何箇所引いてない。今の位置も止まってます。1、2、3、4、5、6個引きましたね。はい。それでは次、上昇トレンド引きます。ちょっと待ってね。これは、上昇して、あんまりしてないぞ。ちょっと難しいな。あんまり上昇してみません。ちょっとこれ、売り圧力の方が強いですね。下降トレンド引きますね。明らかに下降トレンドの方が引きやすい。ここかな。ちょっと拡大します。今年の6月からドーンと落としてますよね。この銀行。何があったんでしょうか。なので、今、の状態から言うと落としてきてちょっとヨコヨコしていてここから底値で上がっていくのか下がっていくのかちょっとまだ売り圧力も強いので今回この銀行についてはここが買い場には4.28 そうですねこれ落としたら大変ですけど今回この銘柄についてはリスクリワード出さないできます。すいません。ちょっと見やすいようにこれ。難しいな、これ。今度これが、そうですね。これ表記が難しいですね。こうしておき、レジサポラインでここ落ちてきたらまた見ようねっていうことで、買い場はちょっと見合わせたいと思います。見にくいね。4.27 か。27。と記しておきます。ちょっと銀行系はあとこのレバレッジ1266円 ×3 にしているのは指数が 4.27 っていうことでなんていうのかなこの指数が2桁ぐらいあればいいんですけど、天然ガスとか皆さんご存知ですかねこの指数が4とか5とか1桁の場合結構ボラティリティが高いんですよね。だから、証拠金も、この一桁の指数の場合は、3倍にしてあります。値幅が大きいということでね。画面の方も見えますでしょうかね。そこがちょっと心配ですけども。はい、それでは、次いきますね。次からは、もう設定してありますので、画面を見ながら説明をしていきたいと思います。2628の、中国の、これ保険会社ですね。ビーアンインシュランスという銘柄です。すいません。銘柄自体保険会社しか分かってません。で、こちらも、こちらはですね、チャート形状が良かったので、リスクリワードを入れました。で、買い場としては 13.20。必要証拠金が4140円 ×2 となっております。理由はここのダブルボトムでちょっと上がっているので、また落ちてきたところで戻るんではないか。僕はこれを
一つの底値として判断しました。ただ 13.20 の白ですので、そこまで強いおすすめではない。これが赤色とかだとね、おすすめしております。はい。次行きます。939。中国建設銀行と言います。これもう書いちゃいました。チャートが良くないと書いてあります。はい。下がってきて、これ多分ね、この銀行やっぱり中国恒大集大の関係も絶対影響してると思いますね。建設銀行ですので、はい。チャートが本当に下がってて、まだ9月28日、ここ多分なんかあったと思うんですよ。で、ここに迫っていくのかなということで、かなり不安定な銀行になっております。で、ダウンで 5.0 当然ちょっと買い場ですので推奨してません。リスクリワード入れてないです。一応必要証拠金が、1583円 ×2 ということで、ここも2、ちょっと待ってくださいね。これ2じゃねえな。3ですね、これ。これ指数が5ですので、これボラティリティがちょっと高いですので、3倍にします。3倍、4500円ぐらいですね。ちょっと修正しました。はい。という銀行になります。次行きます。次がですね、中国平安保険ですね。の4時間足になります。なんで中国の銘柄で保険会社が多いんだろうなっていうのはちょっと不思議なんですけど、僕もちょっとまだ調べてないのでいけないんですが、実は僕は赤く推奨してます。なぜかっていうともうテクニカル上、もうほんと綺麗なダブルボトムなんですね。で、一回ここで落として上がってってます。なので、これ、銘柄は保険会社の何がいいかわからないんですけど、超底値として、55.20 まで落としてきたら買い場かなと考えております。必要証拠金は 18,250 円 ×2 になってますんで、36,000円ほどかかりますけど、下がってきたらチャンスだと考えております。はい。次行きます。これが銀河娯楽と書いてありますけども、ギャラクシーエンターテイメントっていう会社かな。はい。こちらの方が、チャート形状がダブルにならないと難しいということで、まだちょっと様子見っていうことで、ただ、これもちょっと形状を見るとチャンスが訪れる可能性はあります。はい。一応、39.2 のラインで、必要証拠金が 12,385×2 ということで 25,000 円ほどになります。ただね、下落がね、結構ずーっと続いているので、本当にこの底値かどうかを判断するともうしばらく時間がかかるという銘柄になってます。次行きます。これ多分パソコンのレノボじゃないですかね。レノボグループという銘柄になります。ちょっと底値かなということで赤く示してあります。7.47 ですね。トリプルボトムで1、2、3回ぐらいつけてます。テンセントとね、形状がすごく似てたんですね。まあそういうテクニカル上の理由で、上がってくるんではないかなっていう話です。ただまだ、200の移動平均線より下ですので、トリプルボトムになりそうなのでね、証拠金が 2,370 円 ×2 になっております。レノボは、こういったチャレンジしてもいいかなと思います。ということで、ちょっと僕ここで、アラートを鳴らしたいと思いますね。ここは自分でも買いたいので、7.47。あれ？はい。はい、アラート鳴らしました。あれも、まあ、いや、後でやろう。1個ありましたね。はい。それでは次行きます。携帯会社チャイナモバイルですね。一回ここ取引昔させてもらいました。確かダンさんがチャイナモバイルが暴落するビデオをいつだろう昔出してたんですよ。で、その時にこれのチャートの形すごいなと思って、そこに乗っかってもらって、ショートで利益を取ったと思いますね。そうそう、ダンさんのところの銘柄でバチンと当たったやつ、いくつかあると思うんですけども、特に今もそうかな、ネットフリックスも落ちるわと思って、今ちょっと最高値ですよね。はい、すいません。では今回このチャイナモバイル、僕、このチャートは難しいと書いておきました。確かね、これずっとヨコヨコしてるんですよ。ここで買っても、落とす可能性もあるのかなということで、レジサポラインの 47.10、で、14,333×2 っていうことで、ちょっとおすすめは今難しいかなっていう状態になって、それでは次行きます。
これは、ペトロチャイナと今、中国の石油と天然ガスの会社ですね。はい、もう書いておきました。デンジャラスな銘柄。天然ガスと連動しています。1年前かな。天然ガスをちょっとチャレンジした時に、その前にペトロチャイナをやってみようかなと思って、ここちょっと、買ったんですよ。見事にロスカットを受けましたね。まだなんていうか、ボラティリティの高さっていうか分かってなくて教訓になる。でデンジャラスって書いたのが、やはり、3.66 という天然ガスと同じちょっと値幅が動くだけでも、すぐにボラティリティが高くなっちゃう。ということで、出いて、天然ガスも見てないですけど、登ってるのかな、今。はい。中国のガス事情もちょっと今、正確に分かっていないんですけど、上昇トレンドなんですけど、ちょっとまだ分からない。ということで、リスクリワードを入れてません。証拠金の方は1135円 ×3 となっております。はい。次行きます。はい。銘柄の方ですけど、チャイナロンユアンパワーということで、これ電力会社ですね。のチャートになります。中国の電気事情を確認しないといけないんですけども、ここまあまあおすすめしているチャートの形でした。上昇トレンド、ちょっとこれ大きくしてるので、過去から見るとですね、チャート上は綺麗な上昇トレンドでありました。需要もあるということですね、きっと。で、これが、上昇トレンドのちょうど付け根のところが、ここですね、14.98。これもね、証拠金がね、2倍でいいのかどうか、3倍でもいいのかな。まあ、ちょっと今2倍にさせてもらいました。証拠金が4962円ということで、約、1万円必要。1ロットね、になります。うん。この形状はね、すごい良かったです。はい。テクニカルだけで、進めております。前半最後ですね。HSBC ホールディングスって香港の会社だと思います。はい。ティッカーコード00005でしたね。これですね、最近10月4日から1週間、陰線をほとんどつけずにぐっと上がってきてるんですよ。上がりすぎですよ。どっちかというと、これをもしやられる方は、ショート今日の時点。ちょっとこれ。俺のあれで見えないな。これ出しといた方がいいのか。はい。録画、そうですね。これ録画している、これ編集もあれなので、ライブの時にはこれ時計を出したいなと思ってます。上にね。今日の時点、10月25日のこれ午後3時撮ってますけども、の時点では、この、ショートが推奨かなと思うんですけど、買い場だったので、ここの 41.25 っていうのはこれ、買うときにはここまで落ちてきたら、ダブルボトムのネックラインを推奨してる。本当にここまで落ちてくるどうわからないですけど。はい。ということで、ショートの方がいい方はいい気はします。ただ、ショートは知ってる方はいると思うんですけど、スピードが速いですね。売り圧力。また、どっかでなぜこのショートが速いのかっていう理由もお伝えできればと思うんですけど、FX っていうかレバレッジをかけてる人っていうのは、どうしてもロスカットを引くじゃないですか。ある線を、例えばここで言うとみんな多分、この 44.45 のちょっと下ぐらいにロスカット引いてるはずなんですよ。ここで。で、ここを突き抜けちゃうと、みんな売りになっちゃうんですよね。なんで売り戻される。買ってた人も売りになっちゃうんですよね。ロスカットで。だから売りが売りを呼んで速度が速くなると。この説明でちょっと正しいかどうかわからないですけど、またちょっと写真貼っておきたいと思うんですけどね。なかなかね、このチャートの分析の時にショートって言いにくいですね。動画を見た日にもよるじゃないですか。ただこの中でも、本当は三尊天井じゃないけど、一回落として上がって落とすぐらいのがいいですけどね。はい。じゃあ、前半の方が終わりましたので、後半、あと11銘柄の方を説明していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。それでは、銘柄の方、後半戦に行きます。前半戦でね、もうね、収録が30分以上経ってしまったので、編集してもね、20分超えてしまうかもしれないので、申し訳ありません。まず、ドンフェンモーターグループと言います。車の会社です。チャートの値動きが荒いと。ここ最近、このチャートがね、ブーンと上がって下がってるんですよ。これ、まるでこの間の日経の、ような自由落下の何がこれも起こったんでしょうね。今までそんなに変わってなかったんですけど、
この、8月26日からこの1ヶ月間がちょっと急降下してました。1回落としたら拾ってもいいかなぐらいで 6.76 にしてます。まあ、ぼちぼちですね。買う人がいたら買ってもいいかなっていう感じです。証拠金が6点台ですので、2183円 ×3 になってます。アメリカの会社でも GM か、ありますよね。GM もね、こういう数字だったです。指数がね、6とか7とか。なんでフォードもそうですね。なんで指数がこんな小さいんですかね。ちょっとよくわからないんですけど、証拠金3倍ということでお願いします。じゃあ次行きます。はい。次、ワンワンホールディングスって、ちょっとふざけた名前ですけど、食品会社の銘柄になります。食品会社は、チャートがね、結構安定してました。去年の12月からは一回ドーンと下げてきて今年は安定してる。ちょっと上がっていくのかなっていうのが今回テクニカル上だとわからなかったので、リスクリワードは出しておりません。5.21 です。証拠金が1700円 ×3 になっております。はい、次行きます。これも食品関係がチャイナメニューデイリーと言います。牛の業界全くわかりません。先物で IG 証券かな。で、ちょっと牛、すごいここ最近上がってるなーっていうのは見てました。IG 証券の牛とか豚とかの取引、ロット数がめちゃくちゃ高いんですよね。木材もそうですけど20万円ぐらいするんです。多分なかなか紹介も出てこないと思うんですよね。証拠金は3400円なので、牛の会社としては僕お手頃じゃないかなと思ってます。で、チャートは、上昇トレンドだったので 42.80 赤く書きましたけどね。なので、ちょっとトライしようかなと思ってるので、アラートを鳴らします。42.8。はい。落ちたら買いたいですね。で、次行きます。通人マイニングっていう鉄鉱石、鉄の会社かな。チャートは横々と書いてあります。はい。ということで、買い場という形ではないので、リスクリワードを出してません。9.70。一桁台ですので、証拠金も3倍になっております。3278円 ×3 ということです。はい。次行きますよ。ハイアールスマートホームと言います。ハイアール。ちょっとね、パッと出てこなかったんですけども、はい。で、このチャートが8月12日からキューンと上がってるんですよ。決算か何があったんですかね。で、上がってきて、一回落としてきてるけど、上昇トレンドではあるけど、この急激な上がりがちょっと不気味だったので、買い場としてはこの 141.9 っていうんですけども、ぼちぼちかなと。リスクリワードも1対2になってるので、悪くはないと思うんですけどね。本当にあと買いたいなら、やっぱりテクニカル見てからファンダメンタルをちょっと調べますね。一応今んとこはぼちぼちの形になってます。8485円 ×2 ですね。はい。じゃあ次行きます。コンチセメントと言います。セメントの会社ですね。チャート見てたらね、ずーっとね、下がり続けてました。建設業の関係が今よろしくないんですかね。下落トレンドですね。ただ、ショートする人は、ショートもありかなっていう状態。これ会話なのでリスクリワードを入れてません。39.85 で止まった時にどうかなということです。でもこれ、底値の可能性もなきにしもあらずです。建設業は様子見ないといけないとは思います。証拠金が 12,420 円 ×2 になっております。はい。じゃあ次、こちら、キングソフトになります。キングソフトってゲームじゃないですよね。通信系かな。はい。ここは、赤くしてあります。いい形です。底打ち感があります。もし落としてきたら買い場かなと思ってます。30.75 です。証拠金が 10,190 円 ×2 でいきます。なので、ここはアラートを鳴らしたいと思います。30.75。はい。ですね。あと3つです。チャイナガスですね。これね、確かね、上昇トレンド引けなかったです。なんかね、どこで引いていいんだっていう下降トレンドだけで。なので、今回、時計出てなかったですね。はい。10月25日の地点では、ちょっと登ってきたら落としてくる可能性は高い。とにかく上昇の兆しが今ない。5,643 円 ×2 になってますね。はい。こういう表記もね、
書いときたいと思ってます。次行きます。これやると消えちゃうんだよな、時計が。そうか。一回一回やるのめんどくさいな。はい。中国銀行すごいメジャーな銀行だと思うんですけど、なんでこんなに激しいんだろう。しかも、指数が 2.7 なんですよ。これ 2.7 だと、もうレバレッジは、ほぼできないですね。チャートの値動きも激しいのに、で、今回ちょっとわからなすぎたので、もうこれも、リスクリワード出さなかったです。一応、レジサポラインは 2.70 ということで、レバレッジ不向きと書いております。最後ですね。シノペックという会社です。化学石油関連の会社です。チャート的には、ボラが、やっぱありました。なかなか面白いチャートはしてました。っていうのは、ここが逆三損になってたからです。ただ、下落トレンドも引けちゃったので、ここまで落としてきたら、買い場が来るかなと思って、青色にしてあります。3.69 です。ここは安いので、証拠金も。僕は青ですけど、アラート鳴らしたいと思います。3.69 作成。はい。ということで、駆け足で22銘柄を説明させてもらいました。で、ここにちょっとライブのね、テロップ流れてると思うんですけど、ライブの時には最低100銘柄は紹介できればいいなと思ってます。ただ、これはいろいろやり方があるので、100銘柄僕ずっと喋ってると死んじゃうので、ちょっとやり方を考えております。はい、長くなりました。次回はね、アメリカの株を個別株も、チャートの方もね、やっていきたいなと思っております。はい。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。